皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは日本人の私が日本語学習者の皆さんに向けてわかりやすい日本語でポッドキャストをお届けしています。はい、皆さんお元気ですか？今日も日本はとっても暑いです。はい、そしてエアコンの音が入らないように今日もね、部屋を閉め切ってエアコンをつけずに撮影をしているので、私はとっても汗をかいています。はい。今日はね、これ3本目なんで、もうかなり正直ヘトヘトになり始めてます。はい、頑張ります。もう汗だくで、今、ちょっとこうやってハンカチをね、持ってきて、ハンカチで汗を拭きながらお話をしています。はい、ちょっと見苦しくてすみませんが。できるだけね、皆さんにはいい音をお届けしたいので、頑張ってます。コメントで頑張ってって応援をしてもらえたら嬉しいです。はい。今ね、使ってるこのハンカチは、日本産ですね。日本のものです。今治タオルっていうね、タオルの産地、四国今治で染めておりましたって書いてあります。安心してお使いください。日本製綿 100% です。はい。こんな感じのね、このマークがトレードマークのハンカチですね。日本にはいろんなところに売っている綿 100% のハンカチです。そんなにね、別に高いとかじゃないんですけど、はい。いいタオルです。はい。頑張ります。皆さんのね、国ではあんまりハンカチって使わないですかね。うん。トイレとか行くと、結構、ハンドドライヤーとか、あとはティッシュ、ハンドドライ用のティッシュが置いてあって、それで手を拭けるみたいな、そういう国が多いかなというふうに思いますね。うん。日本は結構ね、置いてないんですよね。はい。ハンドドライヤーはコロナがあった時に結構停止されちゃったところが多いし、手を乾かす用のね、ティッシュとかはなかったりします。うん。トイレットペーパーじゃなくてね、うん。手を乾かす用には何もそうやって置いてないことが多くて、それもね、なぜかっていうと、日本人は結構こういうハンカチを持ち歩く文化があるんですね。はい。私も普段からハンカチは持ち歩いていて、まあさっきみたいに汗を拭いたりとか、トイレの時には手を拭いたりとか、うん、もちろん汗を拭いた部分とは違う部分をこうやってね、折り返して、こうやって手を拭いたりとかして、はい。そうやって使ったりします。うん。あとね、映画で感動シーンには涙を拭いたりとか、はい。結構ハンカチがね、ないと困るシーンって日本人は結構あるかなと思っていて、うん。服とかでね、拭かないように、はい。汗とか涙を服で拭かずにハンカチで拭くっていうのが、まあ、綺麗な作法というか、はい。そんな風に言われています。だから皆さんもね、日本に来てトイレに行って手を洗ったら手が拭けないってなっちゃうことがあると思うので、ぜひね、お土産として1枚くらいはハンカチをゲットしといてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。1枚ゲットして。まあでも、洗っている間に使えないから2枚くらいあるとね、洗って乾燥させている間にもう1枚の方を使ってとかできるからいいのかもしれないですね。はい。私もハンカチはたくさん持ってます。結構日本特有の柄とか、マークが入ってたりとか、キャラクターが入ってて可愛いものも売ってるので、好きなキャラクターがいるとか、日本っぽいおしゃれな柄が欲しいとか、そういう時にもすごくおすすめですね。はい。バッグとかポケットに入れて使ってみてください。はい。で、今日なんですけど、今回のお題は、日本で暮らすってどんな感じですかっていう、そういうお話をね、していこうかなと思います。うん。さっきのこのハンカチの話もちょっとそうなんですけど、日本で暮らすっていう風になると、どんな感じなのかなっていうのをね、皆さんと共有できたらいいかなと思います。うん。まあね、私は日本人で、日本に生まれ育っているので、結構ね、当たり前だなと思っていることが、皆さんにとっては、驚きの文化だったりとか、うん、することも多いんじゃないかなと思っていて、うん、もしかしたら今でもね、私が気づいてないこととかってたくさんあるとは思うんですけど、一応ね、私が気づいたこととして、
日本で暮らす時と海外で暮らす時で違うなって思ったことをご紹介しようかなと思います。ぜひね、日本で暮らしたいと思っている人、あるいは日本に旅行に行きたいって思っている人、はい、最後まで見てもらえたら役に立つかなと思います。ぜひ聞いてみてください。チャンネル登録といいねボタンとコメントで応援をお願いします。はい。ということでね、今日は日本で暮らすってどんな感じっていうことで、お話をするんですけど、私自身は一応ね、海外には合計で、5年くらい住んでました。合計でですよ。カナダと韓国とオーストラリアとスペインにそれぞれだいたい1年くらい住んでました。で、あとは、私がね、オンラインでお仕事ができるので、好きなところに行ってお仕事をしたりとか、ちょっとだけ留学をしてみたりとか、はい、そういうことを、いろんな国でしていて、例えば、アメリカとか、ニュージーランドとか、インドネシアとか、あとは、タイとか、他にも、ヨーロッパの国々で、そういうのを全部合計したら、だいたい1年くらい、はい、滞在したかなという感じなので、本当に合計でですけど、5年くらい海外で生活をしたことがあります。たった5年なんですけど、一応ね、経験はあるので、海外のいろんな国とちょっと比較をしながらお話ができるかなというふうに思います。はい。でね、今回はちょっといろいろ考えてみて、5つくらいご紹介しようかなと思います。1つ目が、日本はね、結構時間通りに動きます。はい。例えば、電車とか、本当に時間通りに来ることがほとんどです。1分とか2分とか、ちょっとでも遅れてしまうと、電車のね、会社というか、が、申し訳ございませんでした。遅延をしていますっていうことで、謝罪をしたりとかしていて、もうそれくらい、電車とか、バスとかも、時間通りに動いてます。はい。なのでね、アプリとかでも結構ね、確認ができるので、すごく便利だなと思います。アプリで今、この電車が何分くらい遅延してますとか、そういうことがわかるんですよね。例えば、電車をね、2つ以上乗り継いで目的地に行きたいときって、最初の電車が遅れると、後の電車に間に合わないことってありますよね。それだとすごく困るので、やっぱりそういうアプリで最新の情報が確認できたりとかするとすごく便利なんですよね。で、やっぱりそういうのって、どうしてそうやって時間通りに動くかっていうと、すごく真面目に働いてくれている人たちがいるからなんですよね。で、それはもう電車だけに限らず、例えば、飲食店とかに行きますよね。そうしたら、飲食店で、やっぱり店員さんがすごくね、真面目に働いて礼儀正しいっていうのが結構当たり前の基準になっているかなと思っていて、だからこそ逆に礼儀正しくない店員さんがいると、すごく目立ってしまうなというか、そういうふうに思いましたね。店員さんがやっぱりすごくちゃんと真面目に対応しようとしてくれている。それはすごく感じました。で、二つ目はちょっと関連してるんですが、やっぱりお仕事をされている方がすごくみんな仕事が早くて真面目だなっていうふうに思いました。はい。この間なんですけど、例えば私がね、家のことでうまく動いてくれないものがあって、で、それを直してほしいなと思って、業者さんに連絡をしたんですね。で、こういうふうに、うまく動いてなくて故障かもしれないので、できるだけ早く直してほしいんですけどってお電話をしたんですね。で、そしたら、本当にすぐ来てくれて、すぐ直してくれて、で、帰って行ったんですよね。もうね、ヒーローだなっていう風に、はい、思いました。電話もね、した時は、あ、そうなんですね。でもちょっと忙しくて、いろんなところに、今回っていて、ちょっと、難しいから、もしかしたら行くのに1週間とかかかっちゃうかもしれなくて、すみません、みたいに言われて、あ、そっか、でも
忙しいなら仕方ないな。でも私もちょっとこれ故障だったら困るから、できるだけ早く来てほしいんですよねって話をしたら、そうですよね。それは大変ですよね。じゃあ、できるだけ早く行くので、ちょっと待っててくださいね。予定をね、もしかしたらずらせるかもしれないから、そしたら、できるだけ早く、いつ頃行けるかって確定して、すぐ電話しますねっていうふうに言ってくれて、で、そしたら本当に、数時間後くらいに電話をくれて、ちょっとね、予定をずらして早めに行けることになったので、今日の午後すぐ行きますねって、ちょっと待っててくださいねって言ってくれて、すごいなって私は思いました。はい。多分ね、その仕事を押したりとかして、もしかしたら今日ちょっと長くね、働かなきゃいけなくなっちゃうかもしれないけど、それでも頑張って来てくれようとしたんだなと思って、時間を無理しながらでも、ちゃんと真面目にね、お仕事をしようとしてくれている、その姿勢がすごい、日本人っぽいなと私は思いました。はい。すごくね、助かりますね。はい。結構ね、私も仕事をしているときは、そういうことがね、あったんですよね。急ぎで対応してほしいですっていう仕事とかが、舞い込んでくると、帰るの遅くなっちゃう残業だとか、残業が長くなるとか、結構ね、そういうことは思いつつも、でも、やっぱりお客さんが困ってるから、働くしかないからって言って、残業をね、やっぱり今の自分がしなきゃいけない仕事とプラス、急ぎの仕事をしたりとかして、そうやってね、残業ってどんどん生まれていくんですよね。はい。だからちょっとね、申し訳ないなっていう気持ちにはなったんですけど、やっぱりこうやって働いてくれる人がいるっていうのは、すごくね、ありがたいことだなっていうふうに思いました。はい。で、日本人って真面目だからこそ、マニュアル通りに動こうとするっていうところも結構あるんですよね。特に大きい会社とか、行政とかだと、本当にマニュアルを大切にするので、書類がね、必要になったりすることは多いかもしれないなとは思います。ただね、ちゃんと書類だけ用意をしておけば、あとは、すごく早くね、仕事をしてくれるんですよね。だから、皆さんにとってはね、もしかすると、日本語で書類を書かなきゃいけない、読まなきゃいけないってなるから、すごく大変なことも多いかもしれないんですけど、でもそれをね、ちゃんと書類を用意さえしておけば、ちゃんとね、働いてもらえる、動いてもらえるので、で、しかも時間通りに、ちゃんとね、すぐに動いてもらえることが多いので、結構ね、そういう面ではね、大変なのは最初だけというか、かなというふうに思います。でね、しかもそれって結構どこの国でもそうなんですよね。外国人として海外に住むっていうのはそういうことだと私は思っていて、やっぱり今までどの国に行くにも、やっぱりたくさんの書類が必要だったし、現地でもそういう場所に行って、いろいろと手続きをしなきゃいけないんですよね。皆さんはね、もしかしたら自分の国に住んでいて、そういう手続きは必要ないから、あんまり気づかないかもしれないんですけど、やっぱり私もね、海外に行った時は、その国で自分が外国人として、いろいろと書類とかも用意をして、いろんな場所に行って、手続きをしなきゃいけなくて、やっぱり大変だったんですよね。だからね、多分日本だけじゃないだろうなっていうふうには思います。これはもう海外に住む人たちがみんなやらなきゃいけないことというか、大変ですよね、海外に住むってね。ね、特に外国語でね、手続きをしなきゃいけないってなると大変なんですよね。日本人はね、日本語が日本でしか使えないので、私も海外に行くときは必ず外国語で手続きをすることになるんですけど、やっぱり大変ですよね。皆さんも日本語でね、手続きをするってなると大変だと思うし、日本語はね、読むのが大変っていうふうに言われているので、皆さんはね、日本で手続きをした人、すごいなと私は思います。
はい。私の中では、特にね、大変だったのは、スペインですね。書類のね、用意をちゃんとしていっても、今日は私わかんないから対応できないって言われたりとか、相手をしてくれない時とかってあるんですね。やっぱり海外で私もスペイン語が話せないから仕方ないことだし、向こうにね、英語を話してもらわなきゃいけないのは、すごく申し訳ないなと思いながら手続きをするので、特にね、言語の面では仕方のないことなんですけど、結構そもそもやり方がわからない、私は知らないから、今日は難しいから、また他の日に出直してきてみたいな。誰々だったらわかるかもしれないから、明日とかだったらできるんじゃないって言われていくんですけど、やっぱりわからないって言われたりとか、誰ならわかるんだろう。どうやって対応してもらえるんだろう。期限が迫ってるんだけど、みたいな。何日までにできるのかな、みたいな。なんかいろいろね、結構大変なこと、心配なこととかは、結構ね、スペインでは多かったんですけど、そういうのもね、異文化として楽しもうっていう気持ちがね、大切かなと私は思います。はい。で、はい、三つ目なんですけど、飲食店に行くと、飲食店のね、接客が丁寧でいいななんて私は思いました。はい。例えば、お手拭きを渡してくれるんですね。お手拭きってわかりますか？お手拭きっていうのは、濡れたタオル、っていうことが多いかなと思うんですけど、その名の通り、手を拭くためのものですね。はい。で、例えば、お店によってなんですけど、夏の暑い時期は、冷たいおしぼりを出してくれて、冷えて気持ちいいなって思ったりとか、冬だったら、あったかいおしぼりを出してくれて、手が温まっていいなとか、そういう風に思えるんですよね。で、もちろん、外から来て、手がね、汚れているかもしれないから、手を、きれいにしてからお食事ができる。それがすごくいいなと私は思っています。で、あとは、水をね、無料で飲ませてもらえるんですよね。多くのところで。水が用意されていて、注文する飲み物とは別でお水がもらえるんですよね。で、その水をね、飲み終わった頃には結構店員さんが見てて、水を入れに来てくれたりとかして、そういう、丁寧なお客さんをちゃんと見てくれているっていう、そういう接客はすごく気持ちがいいなと私は思いました。もちろんね、すべての場所でそういうわけじゃないんですけど、そういうところが多いかななんて思いました。はい。で、四つ目。これはですね、買いたいものがたくさんできてしまう。これ理由があって、日本って本当になんか新作をたくさん出しているなっていうふうに私は思っていて、もう本当に、新情報が多いんですよね。毎日毎日新しい情報が出てきて、で、そういうふうに情報を追っていると、どんどん新しいものが欲しくなってしまうこと、そういうのを繰り返しているなっていうふうに私は思います。はい。で、これ本当に不思議なんですけど、私はね、海外にいる時の方が貯金できるんですよね。っていうのも、日本にいると誘惑が多すぎるんです。そう。なんか例えば、いろんな化粧品とか、あとは服とか、ブランドが季節とか関係なく、新作ができましたって言って、すごくたくさん出してくるんですよね。で、アニメとかゲームとかのグッズも本当にずっと新作が出るし、あとレストランとかカフェとかもね、結構季節限定の商品を作りましたとか、これを飲みに来てください、食べに来てくださいみたいな、なんかそういう新しいものっていうのがすごく循環が早いなと私は思いました。SNS をね、見ていると特にそれを思うんですけど、もしかしたら
私がフォローしているアカウントがそうっていうだけの話かもしれないから、皆さんがそうじゃないのかもしれないんですけど、例えば、海外のインスタグラマーさんの投稿とか見ていると、去年の持ち物と今年の持ち物が同じだったりするんですよね。去年の夏に流行っていたものが、今年の夏、またやっぱり流行っているみたいな。例えば、リップグロスとか、キーホルダーとか、ボディクリームとか、そういうなんか去年も今年も同じものをずっと使っていて、それがおしゃれだなっていう風な見せ方をしている、なっていう風に思うんですけど、日本では本当に流行りの移り変わりがすごく早いんですよね。もっと欲しい、もっと欲しい、新しい、これも欲しいみたいな、そういう風になりやすいなっていう風に思うんですよね。広告の仕方なんですかね。なんかこの前まで流行っていたものがすぐに流行りじゃなくなっちゃうんですよね。流行りの流れが本当に早い。まあね、特に私は化粧品とか、ファッションとか、そういうものをね、よく見ているんですけど、そういうものが本当に流行りの移り変わりが早いんですよね。で、新しいものって本当にやっぱりすごくキラキラして見えるんですよね。だから、新しいものが出た、これ良さそうだから買おうみたいな。そういう風にやっているうちに気づいたらね、お金を貯めるのが難しいなっていう風になってしまうんですよね。これは私個人の話かもしれないけど、すぐにね、欲しいと思ったものが買えてしまう環境っていうのも、もしかしたら良くないのかもしれないんですけどね。そういうのもね、システムがね、すごくよくできてるなと思います。はい。で、5つ目なんですけど、これはちょっと似てるんですけど、遊びにお金がかかるなっていうふうに私は思いました。皆さんは自分の国で誰かとね、遊びに行こうってなったら何をしますか？日本では例えば買い物ができる街をふらふらして歩いて遊んだりとか、あとはショッピングモールに行って買い物とかご飯を楽しんだりとか、あるいはゲームセンターに行ってクレーンゲームとかガチャガチャを楽しんだりとか、あるいはカラオケに行ったりとか、映画を見に行ったりとか、あとはもう飲み会をしたりとかですね。はい。前回飲み会についてはお話をしたんですけど、そういう風に遊びに行くっていうのが主流かなという風に思います。でもね、逆に言うと、友達と遊ぶって他に何ができるんですかね。国によっては家に集まってみんなで友達とボードゲームをしたりする国とかもあるみたいですよね。カナダにいた時はカナダ人の友達の家に行ってボードゲームとかカードゲームで遊んだなっていう風なのを今は覚えてるんですけど、日本ではあんまり人の家に集まって遊ぶっていうことをしないんですよね。これは東京だけなんですかね。わかんないんですけど、田舎だったらもしかしたら違うのかもしれないんですけど、だからこそ東京みたいな都心には、ボードゲームができるボードゲームカフェがあったりするんですね。人の家では遊ばないから、そういうカフェに行って遊びます。はい。あるいは漫画が読める漫画喫茶とかですね。そういうところに行くことはあるかなと思います。でね、私の場合は特に、20代中盤くらいまでは、飲むこと以外の遊びっていうことをほとんどしなかったんですよね。休みの日とかは昼間から
お酒を飲みにみんなでどこかで集まるっていうのがすごく幸せで楽しいことだなって思っていたので、友達もやっぱりそういう風な人たちが多かったから、昼から集まってダラダラと飲める場所とか、あるいはカラオケかな、そういうところに行って集まって遊ぶことが多かったです。カラオケもお酒を飲んでいいカラオケとダメなカラオケがあるんですね。で、私たちはやっぱりこのカラオケで飲めるところに行って、歌いながらお酒を飲んでパーティーして楽しむみたいな、そういう遊び方をすることが多かったかなと今は思います。でもね、本当にどれもお金がかかるんですよね。で、飲み会とかってやっぱりすごく高くて、一箇所で5000円以上する、ことっていうのが多いし、だからいくらだろう、今だと、アメリカドルだと35ドルとか、それぐらいになるのかな。それ以上はすることが多いし、日本人はね、場所を変えて飲むことが好きなんですね。一次会で、じゃあ5000円ぐらいで飲んで、で、場所を変えて二次会でもう一回飲み直そうみたいな。違う種類の、飲み物、食べ物があるお店で違う雰囲気で飲もうみたいな。そこでもまたね、そんなにご飯を食べないとしても、ちょっと食べ物を頼まなきゃいけないことが多いって、前回の動画でお話ししたんですけど、ので、やっぱり3000円とかはかかってくるんですよね。安くっても。だから、やっぱり、一晩遊ぶだけで1万円ぐらい飛んでいくんですよね。やっぱり高いですよね。はい。そうなんですよね。日本人ってあんまり自然を求めて遊びに行かないんですよ。皆さんの国ではどうですか？遊びに行こうってなったら自然を求めてどこかに行きますか？日本ってたくさんね、美しい自然があるんですけど、逆にそれが当たり前すぎて、わざわざそれを見に行かないというか、ね、でも最近は私はどちらかというと、そういう飲み会とかよりも自然を求めに遊びに行きたいなって、思うようになったんですけど、そういう人ばかりじゃないと思いますね。自然なんて見に行ってどうするのみたいな。で、何するのみたいな。そういう考えの人は多いんじゃないかなっていうふうに思います。特にね、田舎生まれの人とかは、都会の方がキラキラしていて、できることもたくさんあって、いいじゃんみたいな。山とか川とか行ってどうするのみたいな。なんかそういうふうに思う人が多いんじゃないかなというふうに思います。ね、ちょっとね、もったいないですよね。そういうことにちょっと私は気づき始めたので、もっとね、何もしないを楽しむっていうんですか？そういうことができる自分になりたいなと最近は思っています。はい。ただ日本で遊ぶってなると、やっぱり何かをしに行く、っていうことが多いんじゃないかなと思います。カフェにご飯を食べに行くとかね。それが終わったらまた新しいカフェに行ったりとかして、遊ぶんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回は、日本に暮らすってどういう感じなんですかっていうお話をしました。はい。いかがでしたか？皆さんにとって、なんか新しいこととかありましたか？それとも、全く同じだな、みたいな。自分の国もそうだな、みたいな部分ってありましたか？はい。ぜひね、コメントで面白かったよとか、自分の国と全然違うよとか、自分の国と同じところがあったよとか、はい、教えてもらえたら嬉しいです。はい、すいません。ちょっと汗だくなんですけど、頑張ってお話をしたので、お疲れ様ってコメントしてください。はい。ということで、今日の動画は以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。またねー。